さはもはや快感です。登山スペックを街で使い倒す大人のモンベルハック、始めましょう。おはようございます。岩崎です。今日は登山で使っている小物の中からアイデア次第で普段使いにも毎日使えるものを3つご紹介します。まず最初はフラットワレット2600円です。これ正直かなりシンプルです。でもそのシンプルさが実は一番の特徴です。この財布使っていて邪魔にならない。モンベルのフラットワレットはただの財布ではなく次世代の財布だと思っています。まず薄い。とにかく薄いです。縦 9.2 センチ、横 10.8 センチ、28グラム。二つ折り財布や長財布って中身が少なくても構造そのものの厚みがありますよね。でもこのフラットワレットはカードとお札が平らに重なるだけ。さらに小銭入れもサイドの1箇所だけマチがついているのでそこそこ入るのに膨らまない。そして取り出しやすいです。カードは最大6枚入ります。私はクレジットカードとマイナンバーカードを入れています。最近知ったのですが、マイナンバーカードに運転免許証の情報を入れれたので、保険証と運転免許証2枚持たず、さらにミニマムになりました。そして生地は強度と軽量性を兼ね備えたシェル素材のバリスティックナイロンを使用しています。カラー展開も豊富なので自分の好きな色を選べるのも嬉しいポイントです。横から見ると、もうこれ削るとこないなというレベルです。そして軽い。本当に軽いです。ここでちょっと比べたいんですが、私が今まで使っていた革の財布です。これちゃんと測ると中身が空でもだいたい 64g ありました。革ってそれ自体が重いんですよね。一方でこのフラットワレットは中身を入れてもほぼ重さを感じません。正直、財布入れたっけと思うくらいです。この財布を使うと強制的にミニマムになります。カードは必要最低限。お札は折って数枚。小銭は本当に少し。それ以上入れようとすると自分で入れすぎたなってわかるんです。逆に言うと入れすぎられない構造です。だからレシートがたまらないし、使っていないカードも自然と抜けていきます。この財布の中を管理している感じがなくなるのがすごく楽です。ここ昨今の変化な話なんですけど、今って支払いのほとんどが電子決済ですよね。クレジットカード、IC カード、スマホ決済、現金を使う場面って正直かなり減っています。そう考えると立派な財布を持つ必要って本当にあるのかなと思うようになりました。革の長財布って所有欲は満たしてくれるしかっこいい。でも重たい、かさばるバッグを選ぶというデメリットも実はずっと抱えていました。フラットワレットは財布はこれくらいでいいよねとちょうどいいところに気づかせてくれます。支払いの主役はスマホ、財布はバックアップ。そう割り切った時にこの薄さと軽さはすごく理にかなっています。この財布入れる場所に迷いません。ザックの薄いポケット、サコッシュ、アウターのポケット、パンツのポケット、どこに入れても邪魔にならない。だから今日は財布変えようかな。今日は小さいバッグだからやめようという判断がそもそも起きません。結果として常に同じ財布を使う。
これが入れ忘れがなくなる理由だと思います。登山では山小屋や交通機関用の現金、まだまだ山では現金を使うことが多いなと感じています。日常ではミニバッグやちょっとした外出、フラットワレットは主張しないけれどちゃんと仕事をする、モンベルらしい考え方の財布だなと思います。フラットワレットはいい財布というより、今の時代にちょうどいい財布。次はこれです。クリマバリアカメラップ M、 2000円です。名前にカメラって入っているんですけど、正直カメラだけに使うのはもったいないアイテムなんです。これ、包む、引く、守る、この3つをすごく気軽にやらせてくれます。見た目は50センチ ×50 センチのただの四角い布です。でも触ると中にちゃんとふわっとしたクッションがあります。これがクリマバリア素材。防風、浸透性フィルムをシェル素材と暖かな起毛地で挟み、優れた保温性を実現した素材で、高いストレッチ性を備えています。だから折っても丸めても気にならない。ケースみたいに形が決まっていないので、包むものを選ばないのがすごくいいところです。黒、青、赤と3色展開で S、M、L と3サイズあります。もちろんカメラやレンズを包むのは王道の使い方なんですが、実は瓶類も包めます。例えば調味料の瓶、割れやすいボトル、ちょっと大事な中身、iPad、こういうものをそのままザックに入れるのはちょっと不安ですよね。でもこのカメラップでくるっと包んでおくだけで緩衝材になります。専用ケースを持つほどじゃないけど、そのまま入れるのは嫌という時にちょうどいいんです。このカメラップ、もう一つ大きいポイントがあります。先ほども素材で触れましたが、防水なんです。だから地面が濡れている、雪の上、ベンチが冷たい、そういう場所でも気にせず引けます。山だとレンズの交換の時、一時的にギアを置きたい時、日常だと濡れたテーブル、汚したくない服を着ている時、ちょっと置きたい、その瞬間にさっと引ける。包む、引く、また包む。この動作が一つで完結するのが本当に便利です。山ではカメラ、レンズ、簡易マット。日常ではガジェット、瓶物、濡れ対策。クリマバリアカメラップは専用道具というより安心を1枚持つ感覚のアイテムです。クリマバリアカメラップは包めて、引けて、守れて、しかもかさばらない。用途を決めなくていいのが一番の価値だと思います。UL モノポーチ M、 3000円です。次はポーチなんですけど、これもかなりシンプルです。見た目はただの薄い袋です。でも使い始めてからバッグの中が散らからなくなりました。UL モノポーチは収納力で驚かせるというより、考えなくてよくなるポーチだと思っています。まず薄い、本当に薄いです。30g で縦9センチ、横8センチ、1.4 リットル入ります。ポーチって殻でも形の分だけ場所を取るものも多いですよね。でもこのポーチは中身がなければほぼ1枚の布です。肩の負担がかかるところは幅を広くしてあるので重さが分散されます。そして長さも変えられるので、日常では長めに、登山ではタイトにと使い分けられます。使わないときは収納でき、こんなに小さくなります。
そして軽い。入れてないとポーチ自体の重さをほぼ感じません。バッグの中に入れても重くなったなぁという感覚がない。この薄さと軽さがあるから、とりあえず入れておくが成立します。このポーチもカラー展開が豊富です。見た目だけ見ると正直そんなに入らなそうです。でも実際に使うと意外と入ります。例えば、モバイルバッテリー、携帯電話、イヤホン、リップや目薬、飲み物、財布、ハンカチ、ティッシュ、常備薬、タブレット、カメラップ、鏡。こういう細かいけど必須なものがちゃんと収まります。これは生地が柔らかいからです。中に入れたものの形に合わせて自然に膨らむ。だから入らないというより収まるという感覚です。このポーチ、一番活躍するのはバッグの中です。いわゆるバッグインバッグ。硬い仕切りがあるわけじゃないのに入れる場所が決まる。ここにこれという定位置が自然にできます。しかも厚みが出ないので、他の荷物と全く喧嘩をしません。上に物を重ねてもバッグの形を崩さない。結果、バッグを変えてもこのポーチだけそのまま移動すればいい。中身ごと引っ越せるので忘れ物が減ります。山では行動食、ヘッドライト、カメラ、手袋。日常ではガジェット類、身の回りの小物。中身は変わってもポーチの役割は同じです。まとめる、探さない、それだけです。UL モノポーチは主張しないけどバッグの中を静かに支えてくれる存在だと思います。UL モノポーチは薄くて軽いからこそ常に入っているポーチになります。コンパクトな道具って目立たないけど生活の中では一番出番が多かったりします。今日ご紹介したのもこれがないと困るというよりあるのが普通になっている小物たちです。次にバッグを整理するとき、そんな視点で見直してみるのもちょっと楽しいかもしれません。皆さんがこれ入れっぱなしになっている、そんなコンパクト小物があればぜひコメントで教えてください。山用でも日常用でも大歓迎です。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、ハイプ、そしてアンケートが出ている方はお答えいただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。